まだそのタバコを吸っているんですね。これが一番落ち着くから。でもうちの副社長には嫌がられてて、今じゃこうやって会社の屋上に追いやられてしまったけどね。なるほど。まあ私はタバコを否定しませんよ。世間に言わせれば金と時間を燃やすだけなんて言われますが、タバコは頭の中を整理することができる。つまりは良い決断が下せる。さてトールリカさん、それで考えてくれましたか？あの件は。でも答えは変わらない。変わらない。なるほど、そうですか。でもいいんですか？あなたの会社叩けばいくらでもボロが出てくる。営業停止にさせることなんて簡単なのですよ。それに私には理解できません。我々の会社との合併を拒否して何のメリットが？一体どうしてそこまでこの会社にこだわるんですか？こんな会社続けて何の意味があるというのですか？確かにうちの会社はあなたのところほど大きくもなければ従業員だっていない。儲けだってほとんどない。ではなぜ？それはあなたの会社にないものが一つだけあるから。我々の会社にないもの。ほう、それは何でしょう？それは。トールさん発見！トールさーて、邪魔が入りましたか。話はまた今度にしましょう。話すことは私からはもう何もない。あなたは状況を全く理解していない。合併は慈悲です。わざわざあなた方にそのチャンスをあげたに過ぎないのです。初めからあなた方にもあなたの会社にも興味なんてみじんもない。我々が興味あるのはあなたの会社が持つ営業区域だけです。むしろ使えないドライバーや古臭い小さな会社を引き取ってもらえるだけ感謝していただきたかった。ですがそのチャンスを拒むというならば、わかりました。ただ我々帝国タクシーグループは必ず手に入れます。あなたの会社が持つ営業区域を。いいですか？帝国タクシーグループが必ずといえばそれは必ず手に入るのです。それではトールリカ社長、また今度。トールさん、探しましたよ。あれ、今の人は？ね、スルガちゃんは誰だと思う？もしかしてお兄さんですか？お兄さん？そっか、スルガちゃんは血がつながってるように見えたか。あんな意識だけ高ぶった今までの人生、勉強と仕事しかしてこなくて恋愛経験なんて全くないというよりあるわけがない。七三分けでメガネで偉そうでロジカル野郎の顔に似ていると。そっか。なんかよくわからないけどトールさんめちゃくちゃ溜まってます。どす黒いものがたくさん溜まってます。なんて冗談冗談。そう言いつつ目が全然笑っていないです。それで急にどうしたの？何かあった？そうでした。大変なんです。大事件なんです。大事件？はい、マクニちゃんが見ちゃったんです。見ちゃったって何を？幽霊です。マクニちゃんが幽霊を見ちゃったんです。はあ？幽霊？
なんでもう一回話さないといけないんだよ。お願い、マクニちゃん。トールさんも聞きたいって。マクニちゃんの話聞きたいって。あ、そうだ。そういえばローは聞いたのか？マクニちゃんの話。なあロー。はあ、くだらない。あなたたちそんなことをしている暇があったらちゃんと仕事をしてください。トール、あなた先月の経費精算まだ終わってないですよ。それと駿河さんとマクニさん、あなたたち今日の深夜営業の準備終わったんですか？セナさんも営業後のアルコールチェックまだやってないじゃないですか。まあまあ、ローもそう言わず、たまにはこういう社員の交流も大切ってね。わかりました。どうぞ勝手にやっててください。私はここで仕事させていただきますから。よし、それじゃあローも仕事をやってるふりをしながらマクニちゃんの話を聞くと。いえ、別にそんなこと言ってませんけど。オッケーオッケー、仕事をやってると。分かってる分かってる。よーし、じゃあマクニちゃん、もう一回あのお話聞かせてほしいな。お願いお願い。わかったよ。あれは4日前の深夜営業中。時刻はちょうど牛蜜時。ディスティニーつもつものログボがそろそろもらえる時間だったから、国母2丁目の交差点でタクシー止めてつもつもをやってた。でマクニちゃん、この前も言ったでしょ、業務時間にスマホゲームやらないでって。トールさん、これからが肝心なところなんですよ。はいはい、分かった分かった。すると突然、車の外から窓を叩く音が2回。コンコン。外は雨が降っていたし、こんな時間に客なんて珍しいなと思いながら音がした方を見ると、そこにいたの。いた？傘もささずに突っ立っているずぶ濡れの女が車の外からじっと私のことを見つめていたの。こうやって唇をつり上げてにやりと笑いながら、セナ先輩、やっぱりこれは幽霊ですよ。アトランティス大陸でアストラル体になったエドガー・ケイシーが宇宙エネルギーを浴びてエクトプラズムした後、国母2丁目の交差点に現れたんですよ。イエス、駿河さん、彼女の正体は間違いなく自爆霊よ。自爆霊？そう、国母2丁目交差点に縛られ離れることができない自爆霊がマクニさんに助けを求めて現れたの。そしてマクニさんはその自爆霊によって呪われてしまったの。あなたたち聞くの2回目でしょ。どれだけ怖がってるのよ。それにただの傘を忘れたお客さんってだけの話でしょ。なあロありえない。自爆霊なんて科学的に考えて絶対にありえない。だっておかしいじゃない。アトランティス大陸は存在していたかもまだ解明されていないし、そもそもエドガー・ケイシーはアメリカ人よ。日本の国母2丁目の交差点なんかにいるはずがない。しかも呪い。私は断じて信じない。こんな話断じて。ロ？なあロもしかしてビビってるのか？ビビってる？この私が？まさかビビってるはずないじゃないですか。今のは突然声かけられて少しだけ驚いただけです。少しだけ驚いただけね。何ですかその嬉しそうな顔は。ちなみにこの話にはまだ続きがある。私、そのずぶ濡れの女をタクシーに乗せたの。そしたら彼女はこう言ったの。今から道を指示するからそれ通りに運転してって。女は曲がり道があるたびに指示してきたわ。ここは右に曲がって、ここは左、
ここはまっすぐ進んでって。そうやってしばらく女の言う通りに道を進んでいたら、突然女が叫んだの。止まって！そこが目的地だった。そしてさすがの私も驚いたわ。だって車を止めた場所、私の家の目の前だったから。今日の仕事完了っと。うわ、もう深夜2時過ぎてるし、今日も夕食はセブンイーブン。最近調子としてだいぶ終わってきてる気が。ってあれ、まだ明かりがついてる。ローン、まだ仕事してたんだ。最近誰かさんが2人も新人を入れたせいで、なかなか日中自分の作業できませんから。それはごめんごめん。それで何か用ですか？まあちょっと聞きたいんだけどさ。何でしょうか？今日のマクニちゃんの話、ローは信じる？おい、そんな睨みつけないでくれよ。ローがあの手の話が苦手なのすっかり忘れてたよ。別にいいです。でもよくできた作り話でしたね。作り話ね。でも私はマクニちゃんがあんな作り話をするとは思えないんだよね。それに話を聞いてみたら、4日前だけじゃなくて、それから毎日その女はマクニちゃんのタクシーに乗ってきて家の前まで運転させているらしいし。こんな時間にそんな話をして私をもっと怖がらせたいんですか？いやいや、そんなつもりじゃ。ただ、もし仮にマクニさんの話が本当なら、幽霊より恐ろしいものがこの世にはいるということです。幽霊より恐ろしいもの。あの男は問題ないのですか？まあ問題ないと言えば嘘になる。まだあいつは諦めてない。帝国タクシーグループ営業管理部長佐野卓。あの嫌味な顔、いつかボコボコにしてやるからな。あなた平気そうな顔していつも一人で抱え込みますから。でも私たちは止まるわけにはいかない。そうですね。私たちは何があっても止まるわけにはいきません。たまには私を頼ってください。え？何か言ったか？いえ、何でもありません。はい、もしもし。あ、セルガちゃん、どうしたのこんな時間に。確かあなたとマクニちゃん、今日は深夜営業だったわよね。え？マクニちゃんが事故を起こした？まさかこれが自爆霊の呪い？トールさん、ローさん、こっちです。セルガちゃん。マクニさんはここに。マクニちゃん、大丈夫？怪我はない？はい、大丈夫です。一体何があったんだ？それは私から説明しましょう。あれ、あの人どこかで。あ、昨日会社の屋上でトールさんと話してた。私は帝国タクシーグループの営業管理部長を務めている佐野卓と申します。帝国タクシーグループ？おや、同業者でその名前を知らない方がいるとは。帝国タクシーグループは従業員数800人以上の国内最大規模のタクシー会社よ。佐野さん、あなたがどうしてこんなところに？理由は簡単です。お宅のマクニさんがぶつけた車が我が社のタクシーだったからですよ。え？私じゃない。さて、何か言いましたか？
私じゃない。そっちからぶつかってきたんだろ。しかしあなたは無傷。それに引き換え我が社のドライバーは事故の衝撃で怪我を負ってしまった。幸い軽傷で先ほど家に送りましたが、なんてかわいそうに。ですが事故の責任は怪我を負わせた方ではありません。ルールに違反した方です。私は注意して走ってた。そしたら前を走るあいつのタクシーがいきなり何もないところで急に止まったんだ。だからそれでぶつかって。まくにちゃん。うん、分かったわ、まくにちゃん。あとは私たちに任せて。駿河ちゃん、まくにちゃんと一緒に車の中で待ってて。まくにちゃんのことは頼んだわよ。はい。さて、それでは大人の話し合いといきましょうか。先ほどローさんがおっしゃっていた通り、事故というのは無論ルールに違反した方に責任があります。もしあなた方がマクニさんの言い分を信じるというなら、お宅のタクシーに取り付けられたドライブレコーダーを調べればいいじゃありませんか。深夜2時30分。こんな時間じゃ目撃者なんているはずないでしょうし、ドライブレコーダーの映像を見れば真相は一目でわかると思いますよ。我が社のタクシーが急に止まったのか、それともお宅のタクシーが不注意でうちのタクシーに突っ込んだのか。おや、どうかしましたか。まさかドライブレコーダーを取り付けてないってことはありませんよね。ああ、なるほど。その顔を見るにそのまさかでしたか。それが目的か。ドライブレコーダーは全てのタクシーに取り付けることが半年前、国土交通省旅客局によって義務化された。もちろんお宅のようなお金のない会社もその対象です。もしこの交通事故、裁判なんてしたら事故の原因だけでなく、お宅がルールを破ってドライブレコーダーをつけていなかったことまで明るみに出てしまいますね。もし万が一にもそんなことになれば、一般旅客運送事業許可書の剥奪、つまりは客を乗せての運転が禁止されてしまう。トール。まあですが、ここは特別に示談としても良いでしょう。裁判は時間もお金もかかる。タバコよりたちが悪い。いいですか。我が社と合併するのです。そうすればこの事故はなかったことにしましょう。期限は16時間後の午後7時です。それまでに答えを決めておいてください。当然断れば営業停止。従業員たちも路頭に迷うことでしょう。それでは良い決断を。トールリカ社長。私たちは何があっても止まるわけにはいかなかった。何があっても絶対に。でももしかしたらそれも今日までかもしれない。続く。